お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が開発した、戦車の装甲を破るべく活躍した対戦車砲を解説する。戦車の装甲を貫くには相当強力な火砲が必要だな。発達する戦車の装甲とどのような戦いが繰り広げられたのかといった点も含め解説をしていくよ。なお、ドイツ国防軍の高射砲、対空機関砲、戦車、突撃砲などの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。対戦車砲ってことは、戦車の存在が前提になるから第一次世界大戦から存在したの。第一次世界大戦に実戦投入された戦車に対し、ドイツ帝国軍は戦車開発だけでなく、対戦車ライフルを世界で初めて開発するなどして対抗を試みた。しかし、この対戦車ライフルは歩兵部隊の用いる重機の機構をほぼそのままで拡大設計して量産をするという、戦時下の窮迫的状況で作られたものだったので、ドイツの戦況を覆すほどの働きはできなかった。そこで、第一次世界大戦に敗北したドイツは、ワイマール共和国として再出発し、新共和国軍は対戦車ライフルよりも強力な対戦車兵器の開発に着手したんだ。エルサイユ条約でそういう兵器開発って NG じゃなかったの？もちろん NG だったが、その軍事的才覚からスフィンクスと位付されたジェイクと統帥部長官率いるワイマール共和国軍は、粛々かつ秘密裏に開発を進めた。条約で禁止してもあんまり意味ないのかもね。その結果、現代までその名を残す巨大軍需企業であるラインメタル社の協力もあり誕生したのが、3.7 センチ PAK36 だ。あれだ、別名ドアノッカーの対戦車砲。その別称が生まれる経緯も含め、まずは36型対戦車砲の話をしていこう。この36型対戦車砲は、厳密に言うと、新共和国軍とソ連軍が蜜月関係にあった時期に、秘密裏にソ連領内で開発された3.7センチ TAK28L45 を経由しての誕生だ。36型対戦車砲は、第二次世界大戦の序盤においてドイツ国防軍の主力対戦車砲として使用された。さっきまで新共和国軍って言ってたけどなんで急にドイツ国防軍に？ヒトラーの再軍備宣言により名称が変更となったんだ。これによりドイツ国防軍はエルサイユ条約の呪縛から逃れ、大急ぎで軍備の拡大に走ることとなる。36型対戦車砲は実戦で頼りになる存在だったのかな？同砲が本格的に実戦で試されたのは、スペイン内戦だった。ゲルニカでも有名な内戦だが、この内戦においてドイツ国防軍は義勇兵の名目でコンドル軍団と称される部隊を派遣し、同じく内戦に介入していたソ連軍の戦車と戦闘を交えた。ソ連軍戦車と36型対戦車砲の対戦結果は？結果として、36型対戦車砲はソ連軍の T26 系戦車などを撃破することはできたんだが、それと同時に、ドイツ国防軍としては、日進月歩の戦車の防御力の向上に照らすと、36型対戦車砲ではすぐに時代遅れとなるという認識を抱き、より強力な対戦車砲の開発を推進することとなる。スペイン内戦で36型対戦車砲はお役御免になったの？いや、新型の開発が急がれつつも、量産された36型対戦車砲はドイツ国防軍の主力対戦車砲として運用され続けた。ナチスドイツのポーランド侵攻による第二次世界大戦勃発後も、ポーランド軍の要する豆戦車などに奮戦したが、対フランス戦ではいよいよ戦車に対抗できない対戦車砲という性質が浮き彫りになってしまった。どんな戦車に対抗できなかったの？代表的なものとしては、フランス軍のルノー B1 重戦車、そしてイギリス軍のマチルダ2歩兵戦車だろう。特に、マチルダ2歩兵戦車に関しては苦杯を舐めたエピソードにこと書かず、あまりにも36型対戦車砲では対抗できないので、やむなく対空砲であるアハトを水平射撃してマチルダ2歩兵戦車を破砕したのは有名な話だ。その結果、36型対戦車砲には不名誉なニックネームが付けられてしまう。さっきちょっと言ったけど、どんなニックネームが？陸軍のドアノッカーだ。超新機と呼ばれたという指摘もある。フランス軍やイギリス軍を相手とした西方電撃戦でこの不名誉なニックネームを頂戴した36型対戦車砲は、次なる敵との戦いで決定的に評判を落としてしまう。次なる敵とは、
ソビエト連邦との戦闘、バルバロッサ作戦だ。バルバロッサ作戦でドイツ国防軍は、ソビエト連邦の T-34 中戦車などの防御力に優れた戦車部隊に衝撃を受けるんだが、このソ連軍の戦車に対し、36型対戦車砲は命中弾であっても戦車の装甲を貫くことができないことが分かり、新型の対戦車砲にその地位を譲ることになる。ドアノッカーとまで言われてしまった36型対戦車砲だけど、いい点はあったの。あえて指摘するとすれば、その軽量さゆえに、専用の牽引車などを使用することなく輸送できる点は、野戦における機動性という意味で有益な特徴だったと思われる。西方電撃戦での36型対戦車砲の活躍のできなさにより、ドイツ国防軍は次なる対戦車砲の量産に拍車をかけた。次なる対戦車砲とは、5センチ PAK38 だ。38型対戦車砲と呼称させていただくが、36型対戦車砲の貫通力不足を受けて量産が急がれ、最終的には9500門以上が生産された対戦車砲だ。38型対戦車砲は、イギリス上陸を狙ったアシカ作戦に投入される予定だったが、アシカ作戦が中止となり、初の実戦投入はバルカン戦線となった。そして、ソ連軍を相手とするバルバロッサ作戦に本格投入されることとなる。ソ連軍戦車の装甲に対抗できた。その点に関しては、38型対戦車砲に搭載が予定されていた。ある鉄鋼弾の威力と生産数に成否がかかっていた。ある鉄鋼弾。タングステン弾芯が使用された高新鉄鋼弾である PZGR40 だ。タングステンっていう物質を使うと効果高いの。タングステンは比重が大きく高い高度を有するので、この性質を利用して鉄鋼弾の弾芯に使用して貫徹能力の増強が図られたんだ。比重って何？もはや科学の分野なので詳しくは踏み込まないが、すごい噛み砕いて言うと、1cc の4度の水の重さと比較した物質の重量比だ。タングステンはソ連軍の戦車装甲をぶち抜いたかな。T-34 中戦車に対しては前線をしたという指摘がある一方、いや対戦車砲自体の性能の問題ゆえに結局悪戦苦闘だったという両方の指摘がある。さらに、もう一つ、タングステンを使用した鉄鋼弾には問題があった。どんな問題が？タングステン自体が希少な物質で、ドイツはこれを輸入に頼っていたので、工業機械にも使用される貴重資源だったこともあり、鉄鋼弾に回せるように限界があったんだ。その結果、タングステンを使用した鉄鋼弾の生産が伸び悩んだ。輸入したのを全部鉄鋼弾に使えばよくない？タングステンは工業機械にも使用されるので、国内の工業生産能力の維持を考慮すると、輸入されたタングステンの使用先としては、鉄鋼弾は劣後せざるを得なかった。その結果、38型対戦車砲は十分にタングステンを使用した鉄鋼弾を配備されることはなく、通常の鉄鋼弾でソ連軍戦車に立ち向かわざるを得ず、新型の対戦車砲が配備されるに従い、戦場からは姿を消していった。ちなみに、38型対戦車砲は細々と終戦まで運用自体は続けられ、また、ドイツ空軍にも貢献をすることになった。空軍に貢献ってどんな形で貢献したの？ドイツ空軍の爆撃機である JU88P4 の腹部に、航空機に搭載するための機関砲として改造され、ガンポット形式で搭載されたんだ。細々と命脈を保った38型対戦車砲だったが、ドイツ国防軍は、ある意味舐めていたソ連軍が重装甲の戦車を駆使する様に衝撃を受け、ソ連軍の戦車を破壊できる新型の対戦車砲開発に邁進していくこととなる。さて、以上の通り、対戦車砲の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の猛将にして記載である、石原幹二が、
帝国陸軍の中枢たる参謀本部で大活躍するも、盧溝橋事件をめぐる権力闘争に敗れて心ならずも左遷される紆余曲折を解説した動画です。満州事変で油の乗り切った石原幹事が日本の内閣にまで影響を及ぼす様は圧巻だし時代を感じるな。226事件では反乱軍の討伐に及び腰の軍事参議官を免罵して爆撃の手配まで行うなど、行動力の過断さは類を見ないと思う。そして、盧溝橋事件により石原幹事がどのような形で転落を経験していくのか、そこら辺に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。